皆さんこんにちは。聞こえてますか？ゆりこです。今日もね、私のポッドキャストのチャンネルを見てくださって本当にありがとうございます。このポッドキャストのチャンネルでは、日本人や日本文化に関することについて、私のね、視点から皆さんにシェアをするチャンネルになっています。また日本語を勉強している方のために、日本語字幕も用意しているので、英語字幕と合わせてダブル字幕で楽しんでいただけたらなと思います。それでは本日の、テーマですが、本日のポッドキャストのテーマは、本気で国際恋愛を考えている日本人女性を見つける方法というテーマになります。これね、いろんなテーマがある中でなんでこのねテーマを選んだかっていうと、前回の動画を見てくださった方ならわかると思うんですけど、そもそも日本の中で、2023年ですね、国際結婚したカップルは、4% しかいませんと。そしてそのうちのわずか 1.4% くらいですかねの、カップルだけが日本人女性と外国人男性でしたよっていうね、ことが、前回の動画で分かったんですけど、私の動画を見てくださっている方の中には、日本人女性とお付き合いをしたりとか、デートお付き合いをしたりとか、結婚をしたいっていう風に言ってくださっている方がいるので、じゃあその方たちがどうやって見つけたらいいのかの、ちょっとお手伝いをしようと思って、この動画をね、作っているんですけれども、はい。なので今日はね、そのわずか 1% のカップルになるために皆さんが、覚えておくべき tips を、紹介したいなと思っています。で、私自身本当に去年アメリカに行くまで本当に海外ってあんまり興味がなかったんですね。もちろんね、海外行ってみたいっていう風なことは結構3年ぐらい前からずっと言ってたとは思うんですけど、本当に行きたいかっていうと割と口先だけだったというかね、憧れみたいな感じで海外行ってみたいみたいな、そのちょっと軽い気持ちでね言っていたところはあるんですけど、実は去年ねアメリカに実際行ってからやっぱ本当にいろんなね文化の方と触れ合ったりとか、いろんなね文化に触れたりするっていうことはすごくね面白いなーっていうのに感じたんですね。もちろんそれは相手の文化を知ってその国が好きになるっていうこともあるし、逆にね日本がもっと好きになるっていうこともあるので、日本だけでもいいんですけど、でも日本だけじゃこの人生もったいないなみたいな、やっぱね日本の良さも海外の人と触れ合うことで初めてわかるなっていうところもあるので、かなりね海外志向って言ったらちょっと嫌な言い方なんですけど、ある意味海外へのただの憧れというよりかはもっとねいろんな経験したいなっていうのを結構現実的に考えるようになりました。でもアメリカに旅行する前の本当に普通な平均的な日本人女性から言わせてもらうとですね、本当に留学とか海外志向の人っていうのは本当に少ないなっていうふうに思います。学生時代もやっぱり留学とか行ったりとか、そういう洋楽が好きですみたいな洋楽が好きぐらいのレベルだったら結構意味とか分からず聞いてるとかはあると思うんですけど、もっとね本当に海外行きたいとかバックパック してみたとかそういうことを言う友達っていうのはかなりね少ない印象でしたね。で、私自身自分はねその英語とかとは無縁だろうなこの人生と思ってたので、実はね学生時代は本当に英語の勉強をしていませんでした。私のね英語の成績を見たら驚くぐらいすごく悪いわけではないんですけど、別にいいわけではなくてですね、というのもちょっと言い訳をさせてもらいたいんですけど、私はね周りのね友達があまりにも英語ができたので、これはね英語とか数学で点数を取るよりも家庭科とかね体育とかそういう誰も本気でやらないような科目に注力して点数を稼ぎに行った方が効率がいいと思ったんですね。
はい。そして、私はね、無事、人気のない科目で1位とかね、こうトップを取り続けることで、成績全体はかなりよく見せることができたんですけど、っていうね、なんかせこいやり方を使っていたんですけど、とにかくね、何が言いたいかっていうと、平均的な日本人女性から言わせてもらうと、英語を勉強しなきゃいけないけど、でもこれが一体何の役に立つかって全然ね、実感がないまま勉強していきます。なので、正直あんまモチベーションがないというか、やらされてる感じゃないですけど、こうね、あんまりこう、本気でこう海外行きたいから勉強するとかっていうよりかは、なんか、ね、テストを受けなきゃいけないから、そのために頑張るとか、やっぱそういう感じのね、勉強の仕方になっていたなって自分自身は思います。そして、そういった平均的な日本人女性からすると、自分が国際結婚をするっていう風なイメージがまるでできないです。だって英語もね、そんな別に使うと思って勉強してないし、出会いもね、もちろんそんなに自分から積極的に行かないと出会いもないと思いますし、なので本気で国際結婚を考えている日本人女性は、そういった平均的な日本人女性ではまずないということを理解していただけたら嬉しいです。はい。もうその平均的な日本人女性は、多分、そのアジア的なね、ちょっと考え方になるんですけど、やっぱりなんか日本にはどうしても、女性は、結婚したら、子供とかね、できたら、ちょっとこれはまた別の話したいんですけど、なかなか子供ができてからフルタイムで働き続けるってことはまだね、日本の社会ではちょっと難しいところがあるので、やっぱり子供ができたら専業主婦になって、旦那さんのね、元で扶養に入るっていうことがまだまだベーシックかなって思っています。そしてなんかそのためにはやっぱりいい旦那さんを見つける必要があるし、やっぱ日本のね、中でやっぱ見がちなんですよね。こういう、会社に行っている人と結婚したら将来が安泰だみたいな風な、やっぱりそういう風に考えるね、風潮が、こう平均的な日本人女性の中にはやっぱりあるんじゃないかなって思ったりします。もちろんそうじゃなくて、本当に仕事頑張りたいみたいな子もいると思うんですけど、なんか別にすごく主体的にっていうよりかは、なんか仕事も嫌いじゃないし、他にやることないから、自分はね、仕事やりながら、恋愛もそこそこ楽しめたらいいな、みたいな感じで楽しんでる子も、中にはいるのかなと思うんですけど、とにかく、こういった普通の女の子、本当にこう、なんていうのかな、ファッションとかもみんなと同じようなファッションだし、このね、ちゃんと流行にね、ちゃんと乗って、みんなと同じようなファッションをしたりとか、小綺麗にしてたりとか、するようなタイプの女の子は、まず、国際恋愛を考えていないと思っていただきたいです。はい。ちょっとね、そうなんですよね。自分自身そうだったんですね。じゃあ逆に、どういう女性が国際恋愛とかをね、考えている女性かというと、やっぱり私みたいな普通の日本人女性は、英語にね、モチベーションがないから、勉強しないんですけど、そうじゃなくて、やっぱ留学したいとか、いろんなね、旅に実際に行ったみたいな人っていうのは、やっぱり実際にね、英語を使って現地の人とコミュニケーションを取ったこともあると思いますし、すごい海外へのね、憧れが結構強い人も多いんじゃないかなって思います。割とね、日本人で海外に行った人って、2パターンくらいに分かれるかなと思ってて、海外に行って、日本ダメだ、海外がいいみたいなタイプ。もしくは逆で、海外行って、やっぱ日本がいいって思うタイプ。やっぱね、ちょっとどっちかに分かれるような気はするんですけど、私は割とニュートラルに考えたい。そこはなんかニュートラルに考え続けたいなっていうふうに、意識的にね、思っているので、どっちがいいとか、どっちがあれとか、そういうのじゃなくて、やっぱなんか、もちろん住みやすいけど、でも日本だけにいるのももったいないような気もしたりとかっていうタイプなんですけど、でも多分これってすごく稀で、どっちかっていうと、どっちかね、こっちの国に住みたいみたいな、結構強いね、
なんか好みがあると思うんですけど、それでもその好みも変わるとは思うんですけど、とにかくちょっと話が脱線しすぎちゃった。待って。とにかくその海外留学だとか、海外経験があるような日本人女性が、やっぱりね、本気でね、国際恋愛を考えている、人で多いんじゃないかなって思ったりします。で、これはね、完全に私の独断と偏見なので、すごい偏見だなって思うかもしれないんですけど、本当に、だからなんだろう。面白半分で聞いていただけたらいいなって思うんですけど、その人たちにはね、どんな特徴があるかというと、海外留学とか、海外経験があって、その海外にね、強い憧れを持ってる日本人女性は、まず前髪がありません。みんなこうやってなんかかき上げ系っていうのかな、なんかこうやってさ、喋りながらさ、ずっとなんか私ってさみたいな感じでずっとこうやってかき上げてる系の方っていうのかなやばい、かき上げてる系の方とがまず多いかなって思います。で、あと今のはね、今のこのかき上げ系は欧米系に行った系の女子ですよね。で、逆にね、韓国系っていうのもいるんですよね。韓国系はさ、多分こうやって真ん中とかで分けてさ、結構なんか黒髪でツヤツヤみたいな感じで、でこのかき上げ系もね、このセンター分け韓国系もね、多分どっちも結構黒髪でね、髪長めが多いと思います。時々ね、ショートカットの人もいるんですけど、私のね、偏見ではかっこ笑ですからね、偏見ではかっこ笑、これでは割と髪がね長くてね、しかも黒い人が多いと思います。はい。私違うんですけどねはい。で、服装も日本人っぽくない、日本の流行とか、ふわふわとか、なんか白っぽい感じとか、ピンクとか水色っていうよりかは、やっぱね、結構欧米に行った人だったらやっぱね、なんていうのかな、結構もっとカジュアルな格好、なんかスキニーパンツとスウェットとかおへそ出しちゃうとか、なんかそういう服が多い気がしますね。で、逆に韓国系だったらかっこいい系のファッションっていうのかな難しいわかんないですけど、韓国っぽい感じのファッション、日本っぽい可愛いふわふわみたいなよりかは、ちょっとかっこいい感じのファッションが割と多いのかなって思いますね。はい。なので、まとめると、まず皆さんが狙うべき、日本人女性は、海外経験のある方ですね。純粋な数年前の私みたいに、なんか海外何それ食べれんの的な感じの女子ではなくて、本当にね、もう海外に行ったことがあって、英語へのね、モチベーションが高いとか、あとは韓国とか中国とか、そういうアジアに、なんかそういう本当文化大好きみたいな女子をまずは見つけることが大事かなって思います。で、このルールにのっとっていれば、例えばね、クラブとか、バーとかね、ハロートークとかもそうかもしれませんけど、このあたり、だからハロートークとかでも、よくね、日本人女性とデートしたことがあるっていう人にね、よく話を聞くと、大体、評判があまり良くないんですよ。あんまりいい話を聞いたことがなくて。っていうのも、なんでって聞いたら、まずね、向こうがね、何も英語が喋れないみたいな。だから自分の日本語だけが頼りだったみたいな話とかも聞いたことがあって、結構そういう女性が多いらしいので、ちょっとね、まずハロートークとかでね、出会うときに、多少ね、海外に旅行したことあるかとか、なんか会話できるかとか、なんかそのくらいはちょっとチェックした方がいいかなって思います。数年前の私みたいに、ただ単に、海外行ってみたい、キラキラみたいな感じの、なんていうのかな、ちょっと現実的じゃない感じの海外行きたい系女子は、ちょっともしかしたら期待ギャップ、日本語しか喋れないとか、海外行きたそうにしてたけど、実際別にそんな興味なかったとか、そういう、実際行ってよかったみたいな人もいると思うんですけど、ただね、そういう場合もあるので、ちょっとね、ここは気をつけて見分けた方がいいかもしれないですね。はい。なので、はい、見た目とか、あと本人のね、海外経験があるかっていうところに注目してもらうと、割と
後悔のないそう皆さんの時間を無駄にせずに、本気でね国際恋愛を考えている日本人女性と出会えるんじゃないかなと思います。それではね今日もね最後まで私のこのしょうがもないね独り言にお付き合いいただきありがとうございます。そういえばね最近ねフォロワーさんにいただいた、お菓子があって、そうこれをねみんなに紹介しようと思って持ってきたんだけど、ちょっと待って、これかな。そうこれサンフランシスコのフォロワーさんがくれたんですけど、チョコ見えますか？見えるかな？見えますか？ ASMR みたいになってる。見えますか？チョコです。ちょっとね最後にねフォロワーさんへの感謝を込めてねこのチョコを食べていきたいと思いますもうねもう見たくないって人は全然閉じちゃって大丈夫。でもねこのねチョコすごい美味しいんですけど、1個デメリットがあって、非常にねここがね開けられないんです。毎回やばい。美味しすぎます。はいということでね、チョコレートをくれたチョコレートをくれたねフォロワーさん本当にありがとうございます。いや本当にねチョコレートくださった方だけじゃなくていつも動画を見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。めちゃくちゃねいつも感謝しています。はいということでね、本日のテーマは本気で国際恋愛を考えている日本人女性を見分ける方法でした。今日もね最後まで私の動画を見てくださって本当にありがとうございました。それではねまた皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあね